どうも、ブラウンです。今日は小声で雑談をしていくね。で、雑談なんだけど、今日はちょっと最近のマイブームについて話していくね。そう、今年年が明けてから最近料理にドハマりしてるの。そう、ちょっともう料理。で、今までも、去年とかも料理を全くしてなかったわけではなかったんだけど、平日とか、その疲れてる日とかは、料理せずに、惣菜とか買って帰ったりとかして、そのもう疲れてるから今日は料理いいかなみたいな料理しない日とかも結構あって、休みの日にたまにするかなくらいだったんだよね。なんだけど、今年に入ってもうそれがガラッと変わってで、もう今まではその疲れてるから、料理はいっかみたいな、なってたのが、もう最近は料理したいから早く帰ろうみたいな、もう料理するために帰ろうみたいな、もうそういう感じになってて、平日ももう仕事終わってもうウキウキで、もうほんと半分スキップしながらもう帰ってて、で家に着いたらもうすぐ料理してみたいな、もう感じなんだよね。もう本当に今の話を聞いててもわかると思うんだけど、すごいハマり方をしてて、うん、そうで、なんでこんなに料理にハマったかっていうと、なんか年末年始に実家に帰省したんだけど、その時にちょうど母親が買ったフライパンが実家に届いてたのね。でそのフライパンがあの鉄のフライパンだったの。そうで、ちょうどその時に母親と、もう鉄のフライパンとか買ってみて、もっと凝った料理とか作ってみればいいじゃんみたいな風に母親から言われて、で、確かになんかそれちょっとかっこいいなと思ってそう、なんか鉄のフライパンをこうやって振ってるのかっこよくない？なんかそうで、もうその場ですぐ母親がその買ってたで届いたフライパンと全く同じものをこうやってネットでもう買って、で実家から、その今この住んでる家に戻ってきて、で戻ってきたらもうそのすぐフライパンも届いて、でそこからもうほぼ毎日そのフライパンを使って料理してるんだよね。そうだ、なんかちょっとやっぱ形から入るのは結構大事だなっていう風に思ったね。結構大事だよ、やっぱ形から入るのも。やっぱそのモチベーションがめちゃくちゃ上がる。やっぱ次はこの鉄のフライパンを使って何料理しようって、この鉄のフライパンがもう活かせるような料理をもう作ろうっていう風に、もうモチベーションがめちゃくちゃ上がるから、本当にやっぱね、いろいろ結構物から揃えていくのはやっぱ大事だね。うん。でも正直やっぱりそのめんどくさい部分も多くて、鉄のフライパンって例えばその油を最初になじませなきゃいけなかったりとか、まその洗うのも洗剤とか使えないんだよあれ。だから
たわし買ってきて、こうやって毎回こうやってゴシ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 洗ってるのとか、もちろんもう重い、普通のフライパンよりも重いからこうやって持ちづらいとか、結構そういう大変なことも気をつけなきゃいけないこととかも、あったりして、その中でも特にくっつきやすい、本当にそのテフロン加工みたいなやつもされてないから、もうくっつきやすいっていうのに今一番苦しんでて、でやっぱりチャーハンとかもせっかく鉄のフライパン買ったから、やっぱチャーハンとか作りたくて、実際に作ったりしてたんだけど、もうご飯とかがフライパンに毎回くっつくの。めちゃくちゃくっつくから、もう結構嫌になっちゃうね、あれは。だからもう洗う時とかすごい大変なのよ。そのくっついたご飯をこうやってたわしで取んなきゃいけなかったりとかして、結構難しくて、多分もっと、油がそのフライパンに馴染んだりしたりとか、あと単純にもっと自分自身が鉄のそのフライパンに慣れてからやった方がいいのかなっていうのはちょっと思ってて、多分結構チャーハンってレベルが高い気がしてて、なかなかいきなりもうそんなに今までもめちゃくちゃ料理してたわけじゃないし、鉄のフライパンも最近持ち始めましたみたいな人が使うには結構まだ早いんじゃないかなっていうふうに思ってて、でもすでに何回かチャレンジはしてみたんだけど、まだ全然納得いく出来にはなってないから、もう少し経験値をね上げてからちょっともう一回再チャレンジしなきゃいけないなっていうふうに、そう今思ってるんだよね。うん。そうあんまりそう料理してないって言っても、昔ね一回だけハマったことがあって、そう大学生の時に一回だけねめっちゃ料理ハマって、でその時は、その毎日毎日もう今日の気分何かなみたいな、何食べたい気分かなとか、何作ろうかっていうのを、考えるのが大変だなっていうふうに当時は思ってて、だから、その時は料理本、もう本を買ってきて、その1ページ目からもうその最後のページまで1ページずつ作るってことをしててもうそうすると、今日はこのページで、明日はもう次のこのページの料理作ろうっていう、だから次作るものがもう決まってるから、全然悩む必要がないのね、そうなるとしかも結構、料理本って言ってもいろんな料理が載ってるから、いろんなジャンルの料理とかもう結構経験になるし、飽きずにいろんなものを作れるっていう、メリットもあって、結構その時はもうそれを楽しんでたんだけど、そうその時も結構良かったんだけど、今回はねちょっとその大学生の時に、作らなかったような、新しいジャンルの料理とか、せっかくね鉄のフライパンをゲットしたわけだからもうせっかくなら当時はあんまやんなかったようなちょっと凝った料理、ちょっとかっこいいおしゃれな料理とかも挑戦していけたらなっていうふうにね今思ってるんだよね。うん。
ちょっとね、そう危ないかもね。こんなちょっと気合い入れすぎるとなかなかね、毎回毎回ちょっと時間かかりすぎてもね、続かないのが一番良くないからね、やっぱいつまでこの料理ブームが続くかわからないけど、ちゃんと、やっぱ継続がね大事だから、ちゃんと料理男子にねなりきれたらいいなっていうふうに思うね。はい、そんな今年入って最近ハマっていることでした。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。